どうも、そのさんチャンネル、そのさんです。ということで、今回は、一度はロードバイクで行ってみたい都道府県ランキングベスト 5! 超個人的というのをやっていこうかなと思います。動画の導入をオリエンタルラジオのあっちゃんのね、YouTube 大学風にちょっとやってみたんですけれども、もう二度はしないと思います。失礼しました。さあ、今回のランキングなんですけれども、何かアンケートを取ったとか、何かの資料を参考にしたというわけではなくて、あくまで私、園さんの個人的なランキングになりますので、生温かい目でお付き合いいただければ幸いです。ちなみに、私はですね、東京23区内在住で2歳の娘がいるパパサイクリストになりますので、実際、1泊2日の2泊3日のとかお泊まりライドができるわけでもないし、夜遅くまで走るということはできないんですが、やれるやれない、いけるいけないは度外視にしてのランキングとなります。よいこらセットということで、早速ですが第5位から発表していこうかなと思います。第5位はちょっと東京から近いんじゃないというふうに思われてしまうかもしれませんが、私がロードバイクで一度は行ってみたい都道府県ランキング第5位、群馬県になります。なぜ群馬県なのかというところなんですが、群馬県って有名なのがやはり温泉ですよね。伊香保温泉とか草津温泉とか有名な温泉がそれ以外にもいっぱいあるんですけれども、実は私温泉に関してはそんなに興味があるわけではないんですよ。どちらかというと温泉街が好きで、温泉のある街並みっていうのがすごく好きなんですね。というのも温泉街って食べ歩きができるじゃないですか。温泉卵とか温泉まんじゅうとかね、片手でこう食べれるようなものがいっぱいあって、いろんなところをちょこちょこ食べ歩きというのができてしまうんですよね。なので、自転車で走りに行って温泉街自転車を押しながら気になるものをパクパク食べるっていうのがやってみたいんですよね。で、そんなのはいっぱいあるじゃないと。温泉街って温泉が有名な都道府県っていっぱいあるじゃないという中でも、なぜかというと群馬県のね日本酒美味しいんですよ。元来私お酒がすごく大好きで、本当若い頃は浴びるようにお酒を飲んでいたんですが、群馬県で有名な日本酒というと何でしょう、水芭蕉、赤城山、あとヒゲとかね、美味しい日本酒がいっぱいあるんですよ。なんでロードバイクで遊びに行って群馬の自然を走った後にちょっと小腹空いたなと思ったら温泉街に行って食べ歩きをして、宿に自転車を置いて、居酒屋に行き、そこの地酒を飲むというのがやってみたいんですよね。あと個人的な思い入れとしては、ちょっと短い期間ですが昔付き合った女の子が群馬出身で、そこも大きく影響しているかもしれませんが、これはなかったことにしましょう。続きまして第4位なんですが、第4位に関しては皆様も上位に絶対食い込んでくる場所だと思うんですが、行ってみたい場所第4位は沖縄県です。なぜ沖縄県なのかなんですが、私沖縄出身の友達っていうのが何人かいて、話を聞くとね、みんな同じことをやはり言うんですが、海がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。私も沖縄県自体は画像検索で何度か見たことはあるんですが、本当にね、同じ日本とは思えないぐらい海がもうめちゃくちゃ綺麗なんですよね。なので海岸沿いっていうんですか、ロードバイクで走りながら海の風景は見てみたいなっていうのがやっぱり強いですよね。あとは沖縄県の泡盛またお酒で申し訳ないんですけど、本場の泡盛っていうのを飲んでみたいんですよね。というのも私昔東京江戸川区の葛西というところに一時期住んでいたんですが、葛西の駅の近くに沖縄料理店があって、で美味しくて友達とよく行ってたんですけれども、そこで飲んだドナンっていう泡盛がものすごく美味しかったんですよ。本当にね、水みたいにコロコロ入ってきてすごく美味しいんですね。ただアルコール度数は40度以上あったかな。すごく美味しかったんですけど、もう2時間後にはみんな死死類々としてました。なので沖縄に行って海岸沿いをうわーって楽しく走っ
った後に、宿に自転車置いて居酒屋に行って本場の泡盛っていうのを一杯飲んでみたいなという気持ちが強いです。なので第4位は沖縄県です。続きまして、一度はロードバイクで行ってみたい都道府県第3位。これね、ちょっと思い入れがすごく強くて申し訳ないんですが、第3位は大阪府です。東京に住んでて大阪走りたいってどういうことなのと、どっちもすげえ都会じゃんっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、私生まれ育ちが大阪なんですね。で、大阪に住んでいた時っていうのはもうロードバイクのロの字も知らなかったので、昔大阪でママチャリでね走り倒した場所を改めてロードバイクで走ってみたいなというのが、一番の理由なんですね。で、大阪の中でも例えば大阪城とかユニバーサル・スタジオ・ジャパンとか、そういう観光地的なところを走りに行きたいというわけではなくて、自分の地元ですね、生まれ育った街っていうのを今一番大好きな趣味であるロードバイクで駆け抜けてみたいというのが一番の、理由というか、理由なんですね。結局、地元っていうとそんなに広くはないじゃないですか。大阪の中でも地元になるので、ロードバイクであれば1日で思い出の場所っていうのは全部走りきれちゃうんじゃないかなとは思うんですね。なのでゆっくり一箇所一箇所をね、思い出に浸りながら、ここで昔遊んだなとか、昔ここで何か食べたなっていうのを思いながらね、走ってそれを動画にしてみたいっていうのがありますね。なのでちょっと思い出強すぎるんですけれども、第3位は大阪府でした。さあ続きまして第2位なんですけれども、第2位に関してはちょっととあるウェブのページで自転車好きが行ってみたい都道府県ランキングみたいなのを書いてくださっている方がいて、そこをちらっと見た時には第1位に輝いていた場所なんですが、私園さんが行ってみたい場所第2位は北海道です。北海道に関しても北海道出身の友達が結構いるんですが、みんなねやっぱり口を揃えて言うのが、同じ日本とは思えないぐらいの広大な土地ですね。ものすごい広くて、ものすごいまっすぐな道とかがいっぱいあるそうなんですよ。もう東京ではもう想像ができないぐらいのロングストレートであったり、あれずっと信号ないよねっていうような道がいっぱいあるみたいなんですね。やっぱりロードバイクで走っていて楽しいのってもう止まることなく走り続けてる瞬間だったりするじゃないですか。それを高次元なレベルで再現してくれるというか、実現してくれるのが北海道という場所なんですよね。そんな北海道の中で絶対に私が行ってみたいと思っている場所が支笏湖という湖になります。皆さんもぜひ北海道支笏湖で、画像検索なんかをしてみていただきたいんですけれども、ものすごく綺麗な湖なんですね。この支笏湖に関してはもう日本のそれじゃないんですよ。世界で比べたとしても世界屈指の透明度を誇る湖なんですね。見えてんじゃん水底みたいなものすごく綺麗な湖なんですよね。ここをねどうしても走りに行ってみたいんですよね。ただ、ここからの情報は私は実際に北海道に住んでいるわけではないので、間違った情報になってしまうと本当に申し訳ないんですね。私が調べた上で知っている上での情報になるので、一つの説だと思っていただければと思うんですが、この支笏湖って一応ね心霊スポットとしても有名な場所なんですよね。すごく綺麗すぎる場所っていうのはそういう心霊スポットにもなりやすいんですが、私ね心霊スポットと知っててその場所に行くとものすごく怒られちゃうんですよ。誰にってそうだと知ってても一度は見に行きたい、走りに行きたいというのが北海道の支笏湖になります。北海道はそれ以外にもやっぱりもう食べ物が美味しいですよね。日本でもやっぱりトップクラスのいろんなものが美味しい場所になるので、グルメライドという上でも北海道は遊びに行ってみたい、走りに行ってみたい場所だなと思っています。
ということで第2位は北海道でした。さあ最後栄えある第1位なんですが、これ本当に私の思い入れが強くて申し訳ないんですけれども、私がロードバイクで行ってみたい都道府県ランキング第1位は高知県になります。なんでと47都道府県ある中でなぜ高知が1位なのかなんですけれども、ちょっとこれ私の思い出話も踏まえさせてほしいんですけれども、私が小学校3年生の時にふと母にこんなことを聞いたことがあるんですね。今まで生きていて行った場所で一番良かったところってどこっていうのを聞いたことがあったんですよ。その時に母がこう考えた後に、昔若い頃に旅行に行った高知県がものすごく良かったという話を聞かせてくれたんですね。手つかずの大自然というのがものすごくいっぱい残っていて、すごく綺麗で食べ物も美味しくてお酒も美味しくてすごく楽しかったと、そういう思い出があるという話を聞かせてくれて、もう子供がてらその話をしてる時の母がすごく輝いて見えたんですね。本当にいい場所だったんだろうなというのが、感じ取れて、そこから私実は、もう今に至るまで高知県でウェブ検索をしないで生きてきたんですよ画像検索はもちろんですけれども、もう検索ワードで高知っていう風に入れないで生きてきたんですね。もう本当に自分の足で行って目で見て耳で感じて、高知ってすごいっていうのを感じたいんですね。なのでもう何の情報もないです申し訳ないんですけどね、そこは。なので一回でもいいから高知というあの場所をロードバイクで巡りながら、もうグルメライド、風景を見るライドっていうのをやってみたいんですよね。何の情報もない第1位で本当に申し訳ないですただ高知県っていうと日本酒がめちゃくちゃ美味しいんですよまたお酒の話で申し訳ないんですけど有名なところで言うと文化人とか司ボタンとか、あと水芸とかも高知だったと思うんですけれども、ものすごく美味しい日本酒がいっぱいあるので、ロードバイクで大自然を巡った後にね、宿にロードバイクを置いて居酒屋さんに行って、現地でその美味しい日本酒を楽しみたいというのが、本当にこれ捨てきれない夢ですよねなので第1位は個人的な思い出満載で申し訳ないんですが、高知県になります。ということで今回は私園さんがロードバイクで一度は行ってみたい都道府県ランキングベスト5というお話をさせていただきました。ランキングこんな感じですね。実際に行けるかどうかはちょっとわからないんですけれども、娘が成長して、手を離れ始めたら行けるところから行ってみたいなというふうには思っています。高知県は絶対にというか娘がね成長していく上で同じようにロードバイクに興味を持ってくれたら、うまくこう妻を説得して家族3人で走れたら一番楽しいんですけどね皆様もやはり住まれている場所によってランキングっていうのは全然変わってくると思うんですね。北海道に住まれている方は北海道以外でベスト5っていうのが出来上がると思いますので、よろしければコメントで皆様が行ってみたい都道府県というのもお聞かせいただければ幸いです。ということで今回はこれくらいかな。以上、それではまたお会いしましょう。バイバイ。